それは遥かなる時を超えて大地の鼓動とともに湧き出した命の湯。氷点下の風が吹きすさぶ極寒の地、北海道。だがそこにあるのは熱き癒しの源泉。山奥の人を海辺の絶景露天、100年の歴史を刻む名湯。知られざる温泉の物語が今幕を開ける。いらんからくて何やら神秘的に始まっちゃった今回は、北海道にある温泉地を独断と偏見で紹介していく。早速道北地方から豊富温泉。日本最北の温泉郷の豊富温泉は大正末期に開湯した歴史のある名湯の一つ。含有素ナトリウム塩化物温泉と含有素ナトリウム塩化物炭酸水素塩冷鉱泉2種類の泉質がある。油を含んだ泉質は世界には2つ、日本にはただ1つとも言われるほど希少な温泉。石油のような独特な匂いと油の成分により湯上がりは肌がしっとりする柔らかな肌触りが特徴の温泉。豊富温泉の持つ高い効能は皮膚疾患に悩む人たちから奇跡の湯とも呼ばれている。宿泊施設多数、日帰り入浴が可能な場所も多数。周囲には雄大なサロベツ原野が広がり、夏には高山植物、冬には流氷が接岸する宗谷エリアならではの絶景も魅力の一つ。稚内やオロロンラインからの旅行のラストにしっぽりどうぞ。層雲峡温泉。大雪山国立公園に位置し、石狩川を挟み約 24km の断崖絶壁が続く峡谷。大雪山連峰のふもとに温泉街がある。単純泉、単純硫黄泉で無色透明、無味無臭で肌に対する刺激が少なく体に優しい温泉。層雲峡温泉街から 1984m の黒岳5合目を結ぶロープウェイが運行。紅葉シーズンには観光客で大人気。登山客などたくさんの人が宿泊、日帰り入浴を楽しむ。冬には層雲峡温泉氷瀑祭り。石狩川の河川敷を利用した約1万平米の会場で開催。大小約30基の巨像が立ち並び、高さ約13メートルの展望台や滑り台、氷瀑神社などが見どころ。どんな季節もおすすめ。美瑛白金温泉。白金温泉は1950年、町営のホテル1軒のみの営業から始まり、温泉開発に成功した時、泥の中から貴重なプラチナ、白金を見つけた思いがしたと語ったことから白金温泉と命名。美肌成分と呼ばれるメタケイ酸がたっぷりと含まれていて、神経痛や動脈硬化などにも良いと言われており、別名末忘れの湯とも呼ばれている。ナトリウム、マグネシウム、硫酸塩、塩化物温泉。源泉かけ流し 100% 加水、加温、循環は行っていない少し濁りのある天然温泉。そんな心惹かれる温泉がそこかしこに。ここに行くときは富良野や美瑛の旅のお供に。近場で行くと道の駅美瑛、白金ビル家と青い池。青い池はここ近年爆発的に有名になってしまい、観光客であふれている。特に夏のシーズン真っ盛りの時に温泉に行きたいのに、渋滞、
なんてこともあるので事前にチェックが必要。道東地方へ。阿寒湖温泉。北海道東部釧路市の山あいにある温泉地。大自然に囲まれた美しい湖、阿寒湖。自然、温泉、文化、全部楽しめるスポット。遊覧船クルーズで湖を一周したり、天然記念物マリモが見られる島にも行ける。アイヌ文化に触れられるアイヌコタンでは、伝統の踊りや工芸品、グルメまで体験可能。伝統の踊りや工芸品、グルメまで体験。春夏は緑が眩しく、秋は紅葉、冬は氷の祭りやワカサギ釣りも。単純泉と炭酸水素塩泉の2種類が楽しめる。宿泊施設が充実しているほか、日帰り入浴や足湯も充実。阿寒湖温泉は朝と夜の2回入るのがおすすめ。朝は鳥の声とともに静かに湖を眺めながら、夜は星空を見上げながらゆったりリラックス。十勝川温泉。十勝川温泉は帯広市から車で約20分、道東観光の拠点としても人気のエリア。ナトリウム、炭酸水素塩泉、モール泉。はるか太古の時代の十勝川河畔に自生していた芦などの植物が長い時間をかけて堆積。出来上がった亜炭素を通って湧き出る温泉が植物性の有機物を多く含むモールの湯。モール泉は植物の化石から生まれたまるで天然の美容液。お湯に入った瞬間、肌にぬるっと優しくなじむ。開拓の苦労を癒した農民の湯が始まり、今では美肌の湯として全国の女性にも大人気の温泉地。世界でも珍しい泉質で、日本ではここ十勝川温泉が有名。新しくできた道の駅では家族で入れるガーデンスパが施設にある。モール泉の温水プールのような感じ。帯広で遊んでしっぽり温泉コース。知床ウトロ温泉。オホーツク海に面した知床観光の拠点、大型ホテルから民宿までが集まる温泉地。北海道の東の果て、世界遺産知床の入り口にあるのがウトロ温泉。カムイワッカ、湯の滝が有名。温泉成分を含んだ川全体がぬるめのお湯になっている、とても珍しい場所。現在は安全のため途中までの立ち入りのみが可能で、滝壺での入浴はできない。お湯は塩化物泉。ほんのりしょっぱい温泉で体の芯からポカポカに。冷え性や疲れに効くと言われ、旅の疲れを癒すのにぴったり。周りには知床五湖やおしんこしんの滝など自然いっぱいの観光地。特に知床旅行は大自然たっぷりすぎて歩く歩きやすい靴でぜひ。川湯温泉。弟子屈町にある川湯温泉は100年以上の歴史を持つ名湯。生きている火山硫黄山が宣言。辺り一面に硫黄臭が漂う硫黄山のほど近く。飲用するとびっくりするほどの刺激を感じる温泉。最大の特徴は日本でも珍しいほどの強酸性の硫黄泉。pH は 1.8 前後と胃液に近いほどの強さがあり、殺菌力が非常に高いため、皮膚病や切り傷、アトピー性皮膚炎などにも効果があるとされている。おすんくぎは1週間程度で溶けてしまうほど。加温、加水、循環、
塩素消毒を一切行わない温泉を楽しめる場所もある。公園に無料の大きな足湯がある。屈斜路湖の砂湯なども一緒に行ってみるのもおすすめ。温根湯温泉。北見市にある温根湯温泉。本格的に温泉地として開かれたのは昭和2年。地元の人々が掘削を試み、源泉を発見。泉質はアルカリ性単純泉。柔らかく無色透明で肌を滑らかに整える美肌の湯として人気。驚くほどにツルツルするお湯。24時間入れる日帰り入浴や宿泊施設もいろいろ。北見で焼肉食べた後にぜひ道央地方へ。定山渓温泉。豊平川の渓谷沿いに湧き出るこの温泉地は札幌中心部から車で約40分。歴史は1866年。修行僧三泉定山がこの地に湯治場を開いたのが始まり。泉質はナトリウム塩化物泉。無色透明でほんのり塩味を感じる湯。渓谷の美しい景色とともに体の芯から温まる名湯。自然を楽しめるアクティビティや渓谷にかかる二見吊り橋などの観光スポットも豊富。温泉街の真ん中を流れる豊平川には河童伝説が伝えられている。かつて流れが急だったこの川で魚取りをしていた青年が急に川に引き込まれて行方不明になり、1年後に父親の夢枕に立ち、私は今河童の妻と子供と一緒に幸せに暮らしていると語った。この地で溺れる者がいなくなり、以来ここを河童淵と称するようになった。伝説にちなみ、町のあちらこちらにはお茶目な河童の像が21基ある。っていう足湯に立ち寄りながら河童探しをするのも楽しみ方の一つ。登別温泉。登別温泉の最大の特徴は何といっても泉質の豊富さ。源泉温度45度から90度の湯が1日1万トンも自然湧出。温泉のデパートと呼ばれる温泉地。一つの温泉地で9種類もの泉質を楽しめる場所は日本中を探してもほとんどない。硫黄泉、山清泉、食塩泉、名磐泉、翼磐泉、鉄泉、房総泉、重曹泉、単純温泉。忙しいけど全部入ってみてほしい。浅間公園には自然活動で湯が噴出する間欠泉がある。90度近い高温の湯が約3時間おきに吹き上がる迫力の光景が見られる。地獄谷は約1万年前、日和山の噴火活動でできた爆裂火口跡。湧出口や噴気口が泡を立てて煮えたぎる風景が鬼の住む地獄として地獄谷の由来に。登別といえば鬼だよね。洞爺湖温泉。洞爺湖温泉の始まりは1910年。有珠山の噴火をきっかけに温泉が湧き出したのが始まり。温泉街には約30軒の宿泊施設が並び、1分間に約8000リットルという豊富な湯量を誇っている。泉質はナトリウム、カルシウム、塩化物泉。洞爺湖温泉の大きな魅力の一つが洞爺湖を望む絶景の露天風呂。天気の良い日には鏡のように美しい湖面と中島と呼ばれる浮島、
さらに遠くには有珠山や昭和新山を望むことができる。特に人気なのが洞爺湖ロングラン花火大会。毎年4月下旬から10月末までなんと毎晩花火が打ち上げられるんだ。湖上を移動しながら打ち上がる花火を露天風呂から眺める。花火に合わせて日帰り温泉、花火を見ながらお風呂なんて贅沢だよね。道南地方へ。大沼温泉。七重町にある大沼国定公園のすぐ近くにあり、豊かな自然に囲まれた静かな温泉地。大沼温泉の歴史は昭和初期から。周辺には自然を楽しみながらゆっくりできる温泉宿やホテルが点在している。函館市街地から約 25km。ナトリウム、カルシウム、塩化物泉、鉄分を含むため少し茶色く濁ったお湯が特徴。大小126の小島が浮かぶ湖と駒ヶ岳の雄大な姿が織りなす景色はまさに絶景。秋には湖畔が紅葉に包まれ、冬は雪景色と氷上ワカサギ釣りも楽しめる。散策路や遊覧船、ボート類。ぜひアウトドア派な人にはたまらない場所。湯の川温泉。日本三大温泉郷の一つとしても知られる歴史ある温泉地。開湯はなんと江戸時代よりも前の1653年。32本の源泉から平均65度前後の湯が1日あたり7000トンを流出。函館空港からおよそ 3km、 JR 函館駅から路面電車で約30分という立地の良さも魅力。ナトリウム、カルシウム塩化物泉。塩分を含んだ美人の湯。無色透明で柔らかい肌触りが特徴。なんといっても歴史、景色、グルメが揃った人気の観光都市。夜景で有名な函館山、異国情緒漂う街並み、五稜郭の桜、どこを歩いても絵になる風景が広がる。函館って丸ごと観光場所みたいなもんなんだ。めっちゃ簡単に紹介したけど、本当はまだまだ。本当にまだまだあるわけ。大好きな温泉をこれからもっと紹介していきたいから、どんどん新しいとこ開拓していきたいわけ。最近の北海道は信じられないほど暑いけど、本来なら避暑地なはず。なまらしんどいって。春夏秋冬それぞれに色を変える北海道。暑い夏に熱い温泉。ガンガン汗かいていこう。高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ？またね。